今日も月が綺麗ですね。どうもどうも、月見はおです。今日も僕と一緒に日本語を勉強していきましょう。今回は、なんなんことにするという文法を紹介していきますよ。それでは早速、行ってみよう。じゃあ、最初の例文を読んでいくよ。面接が終わったので、髪を茶色にすることにした。これは何かを決めた時に使う文法だよ。この例文では、面接が終わったから髪を茶色に染めるってことを決めたんだね。こうやって、なんなんすることにしたという風に過去形で使うことが多いんだ。じゃあ、もう一つの例文も見てみよう。疲れているので、今日の飲み会には行かないことにしました。これは、何を決めたのかな？そう！飲み会に行かないことを決めたんだよね。理由は、疲れてるから。疲れているときは、早く帰って、ゆっくり休むのが一番だよね。今回の例文では、なんないことにしましたって、内見が使われているよね。じゃあ、まとめて使い方を見ていこう。なんことにしたは、動詞の辞書形と内形と一緒に使うよ。意味は、何かを決めたってことだよね。例えば、大学院に行くために会社を辞めることにした。これも、会社を辞めるってことを決めたんだよね。小さい決断にも使えるけど、こうやって大きい決断に使うことも多いの。さっきも言った通り、なんことにしたって過去形で使うこともすっごく多いよ。それから、内形を使うバージョン。この話は誰にも言わないことにしたって感じになるよ。って、なにどんな話か気になる。まあ、誰にも言わないことを決めたなら、僕にも教えてくれないよね。何かを決めた時に使うなんことにしたの使い方分かってくれたかな？じゃあ、ここでもう一つの例文も見てみよう。じゃん！会話文だね。今度の飲み会参加する人が少ないですね。じゃあ、部長も誘うことにします。ふむ。今度は、なんことにするって過去形になってないよね。実はこれ、その場で決めたって意味なんだよ。さっきは、なんことにしたって少し前に決めたことを話してるんだけど、今回は今決めたこと。この例文では A さんの話で飲み会に参加する人が少ないって分かったんだね。だから B さんはその場で部長も誘うことを決めたんだ。なんか、ちょっと部長かわいそうだけどこの使い方も覚えておくと便利だぞ。じゃあ、最後にもう一個。毎朝30分散歩することにしています。これはどんな意味だろう？なんことにしていますってなっているね。これは前に決めたことを今でも続けているってこと。この例文では毎朝のお散歩について話しているよね。きっと健康のためにお散歩することを決めて、それをずっと続けてるんだ。偉いね、この人。こうやって健康とか習慣に関することに使うことが多いよ。じゃあ、この使い方も説明するよ。なんことにしているもさっきと同じ。動詞の辞書形と内形と一緒に使ってね。前に決めて今でも継続していることに使うんだったね。例えば、授業の前に予習することにしています。お、偉いぞ！授業の前に予習をすると授業がもっとわかりやすくなるんだよね。いい習慣だ！みんなも勉強の時に習慣にしていることがあったらコメント欄で教えてね。最後は内形の使い方。夜はパンやパスタを食べないことにしています。
これは、しないことを決めて、それを継続しているんだね。この人、夜にパンやパスタを食べないんだって。僕は、ピザとかハンバーガーとか大好きだから、やめられないです。習慣について話す使い方も分かってもらえたかな？それでは、今日の復習行ってみよう！僕に続けて練習してみてね。面接が終わったので、髪を茶色にすることにした。疲れているので、今日の飲み会には行かないことにしました。なんことにしましたは何かを決めた時に使う文法だったよね。接続は辞書形と内形。内形の時は何かをしないと決めた時。それからその場で決めたことにはなんすることにしますを使うよね。今度の飲み会参加する人が少ないですね。じゃあ部長も誘うことにします。最後は前に決めたことで今も継続していること。毎朝30分散歩することにしています。みんなも何か続けている習慣があったらこの文法を使ってみてね。じゃあ今日も頑張ったからアニメでも見て寝ることにします。ということで今日のお勉強はここまでです。これからも皆さんのお役に立てる動画を作っていきますので応援よろしくお願いします。今夜もお月見ありがとう。それでは皆さん、またね。